回はこちらです。スズランテープですね。ビニールテープ、こちらを使ってバッグを編んでいこうと思います。昨年も2つだったかな、スズランテープ基本のシンプルバッグという形で2本ね動画を出しているんですが、今回も基本のシンプルバッグをベースに模様編みを使って編んでいこうと思います。ちなみに、このねスズランテープなんですが、今見えているのはパステルピンクですね。イチジクという名前の、カラーとなっています。このスズランテープなんですが、昨年は動画の中で楽天市場のイクルンさん、ひらがなでイクルンですね、イクルンさんというお店で購入していたんですが、結構前にインスタグラムでイクルンさんがプレゼント企画をやってまして、スズランテープ、4色ですね、このパステルカラー4色とかぎ針8号9号10号当たるというね企画があったので応募してみたところですね、なんと当たりました。ありがとうございます。4色と、かぎ針の3本セットですね、当選しまして、早速ね使っていこうと思います。ちなみに今回はこのスズランテープバッグ、いつも私は8号針で編んでいたんですが、7号の 4mm を使って少しねいつもよりかっちりとね編んでいこうかなと思います。すでに円底を編んでありますが、この円底のね目数についてはこれから説明していこうと思います。それからですね、私はスズランテープを編むときにこういったループエンドですね、これをね通してこのように穴から引き出して、少しスズランテープをこの平らな状態からではなくてねクシュクシュにして編みやすくしています。で今回はちょっと手書きで申し訳ないんですが、ダイヤ模様のねバッグにしていこうと思います。でこの黒丸のところで長い細編みを編むんですが、今回は2段下の細編みを編みくるんで編んでいこうと思います。8段8目の模様ですね、繰り返して編んでいきます。この図をね参考にしながら編んでいただきたいんですが、準備段として2段ですね、増減なしで普通の細編みを編んだら3段目から長い細編みを使っていきます。そしてこの長い細編みですね、そしてこのオレンジのバツが書いてあるところですね、これ細編みなんですが、この段とこの段だけは長い細編みをせずにですね、増減なしで普通の細編みを編んでいきます。そして8目1模様なので8の倍数のね目数で編んでいきます。まず私はですね、円底6目スタートで14段まで編みました。14段まで編むと全部で84目になるので、この後15段目までまた円をね増やしたいと思います。15段目は4箇所だけですね増し目を入れて最終的に88目にする予定です。でこの円底については円の増し目の法則という動画を出していますので、そちらを参考に円をね14段まで編んでいただけるといいかなと思います。この動画内では15段目から編み進めていきます。はい、では15段目を編んでいきます。鎖1で立ち上がったら根元に針を入れて糸を持ってきて細編み、まず細編みを20目編みます。
このテープを編む時のコツですね。すごくね綺麗に編むのが難しいのですが、今はねまだそんなにねじれてきていないですね。編んでいくうちにだんだんねこの左手にかけているテープがねじれてきます。なので定期的にあまりねじれが出ないように持ち替えてあげると綺麗に編めます。それから針を入れて糸を持ってくるとき、7号針はかなり細いんですが、針の太さ分だけ引き出してくるのではなくてですね、そのあたりがちょっと調整が難しいんですが、私はかけてまず自分の方に向かってですね引き出します。結構長めに針が2本ぐらい入るぐらいですね伸ばしてきてしまいます。そしてクイッと上に上げてかけて2本引き抜く感じですね。8号で編むよりもやっぱり目は詰まってピシッとするんですが、この針の太さ分だけ糸を引き出して編もうとするとかなり小さなね目になってしまうので、その辺のね調節は難しいんですが、私の編み方はこのようにしています。針を入れたら少し手前に引き出して上に上げて2本引き抜く。この引き抜く時もあまり右に引っ張りすぎるのではなくて、なるべく遮光しないようにですね真上に上げる感じで編んでいきます。はい、ではまず細編みを20目ですね。15段目は細編み20目増し目、細編み20目増し目というね繰り返しをしていきます。全部で4回ですね。細編み20増し目というのを繰り返します。はい、細編み20目編めたら次の目に増し目をします。1つの目に細編みを2回ですね。こんな感じになります。では15段目細編み20増し目というのをあと3回繰り返します。はい、15段目細編み20増し目というのを4回繰り返してきて全部で88目になっています。最初の細編みの頭に針を入れて糸をかけて持ってきて引き抜きます。で引き抜いた時にこの引き抜いた目ですね、これをかなりですね結構力を入れて引っ張って小さくします。こうすることでこのね立ち上がりのラインが小さくなってね綺麗になると思います。はい、それでは今のこの15段編んだ状態で大きさを見ていきます。約 21.5 センチくらいですねになっています。そしたらですね、先ほどお見せした模様編みの段に入る前に2段ですね、増減なしで細編みをぐるぐると編んできます。鎖1で立ち上がったら根元に針を入れて細編み、すべての目に細編みを入れて2段編んできます。はい、増減なしで細編みを2段編んできました。そしたらいよいよですね模様編みを編んでいこうと思います。8目8段の模様ですね。この順番の通りにこの黒丸の位置で2段下の細編みを編みくるむようにして長い細編みを編んでいきます。鎖1で立ち上がったらまず4目普通に細編みを編みます。
4目細編みを編んだら、黒丸をしていたところですね、長い細編みを編みますが、下の2段の細編み2つを編みくるんで長い細編みをします。ここですね、この2つを編みくるむように2段下に針を入れて糸を引っ掛けてぐーっと引き出してきます。でこの時あまりこう細いとこのね編みくるむ細編みが見えてしまうので、ここで少しですね広げて整えてあげる。少し幅広くしてあげて針を入れて引っ張り出してきて、ここでもね少し整えます。整えて他の細編みの頭と同じくらいになるように細編みを編みます。こんな感じですね。で長い細編みをしました。そしたらあと3目は普通の細編みです。これを整えてきれいに編むのがなかなか難しいんですが、一目一目丁寧に編むときれいに仕上がっていきます。はい、細編み4目、長い細編み、細編み3目、全部で8目の、1つ目がねできましたので、これを繰り返して編んでいきます。先ほどお見せした編み図をスクショしたり、画面をね一時停止して目次をつけておくので、巻き戻してですね図を見ながら進んでいくといいと思います。はい、2つ目の長い長編みを編みます。細編み2つ編みくるむように針を入れますが、この時指にかけているテープがこんな感じでねねじれてしまって細くなっている時は広げて整えてあげて、持ってきて結構引き伸ばしてですね整えてあげる。かなりこんな感じで引き伸ばしてそれから戻す感じにしていますね。はい、こんな感じで長い細編みを入れていきます。でそしたらあとはですね、図に書いたように黒丸のところで長い長編みを入れていくだけなので、あとは図を見てですね、この図を見て同じように2段下の細編みを拾ってですね編みくるんで長い細編みを入れていくと綺麗なダイヤ模様がつながってねいきます。ではこの模様を繰り返し編んでいきます。オレンジのこのね部分だけは長い細編みを入れずに普通の細編みだけの段数が、間に入るようになります。では頑張って編んでいきます。はい、こんな感じで模様編みを繰り返し編んできました。模様を 2.5 回繰り返した感じですね。ダイヤ模様が1つ2つ、それとこっち半分ですね。でもうすでにバッグの形に、なって完成しております。この模様に関してはこちらの図を参考にしていただいて模様編みを編んでいただいて、そこについてはね最初に目数を説明していたと思うんですが、
全部で88面にしてあります。過去の動画のスズランテープの基本のバッグを、元にね作っているので、そちらの動画も見ていただいて編んでいただけるといいかなと思います。で、なるべくね遮光しないようにすごく意識して編んできたんですが、下の方はね少し遮光していますね。だんだん上に来るとまっすぐにはなってきてはいるんですが、まだまだ修行が足りないかなと思います。でもね、7号針で編んだのね、目がしっかり詰まっていて、形がね編んだ状態のままというか、こうコロンとしたまましっかりしています。はい、そしてここがね立ち上がりのラインですね。ずーっと立ち上がりのラインがここにあります。で、持ち手を、今までのバッグよりは細く仕上げてみました。模様編みを編み終わった後に細編み14目編んで、鎖編みで45目、持ち手の土台を編んだら16目飛ばして、ここで28目細編み、そして鎖編みで45目、持ち手の土台を編んだら16目飛ばして、最後14目細編みですね。で、次の段細編み14目編んだら、鎖の持ち手の土台の、上半目ですね、鎖の上半目に引き抜き編みで進んでいきました。細めにしたいので引き抜き編みで進んで、またこの間のところは細編みですね。持ち手の鎖の土台上半目に引き抜き編みをしてきて、細編みをしたら、最後は引き抜き編みで進んでいって、持ち手のところだけは、鎖のね上半目に引き抜きをして進んでいきました。そしてね、こんな感じの細い持ち手にして、この内側ですね、ぐるーっと一周引き抜いてあります。この最後にね引き抜いて、外側も内側も引き抜く作業をするかしないかで全然ね、持ち手のしっかり具合とか形をね保つ感じが変わってくるので、引き抜きはね大事かなと思います。はい、こんな感じですね。そこも綺麗に編めてるかな。で、最初にお伝えしたと思うんですが、そこはだいたい21センチくらいでしたね。バッグの高さ、低いところで約17センチ、高いところで約18センチですね。かなりね丸くコロンとした状態のまま仕上がってくれたんですが、これを潰して平置きの状態で横幅を測るとだいたい32センチくらいになっていました。こんな感じで、もうすでにね完成していますが、先ほどのこのね模様編みの図と過去の動画、スズランテープのバッグの編み方のね動画を参考にしていただいて編んでいただけたらなと思います。ちなみにですね、こちらは8号で編んだものになります。目の大きさがだいぶ変わりますね。こちらの方がやっぱりゆるゆるっとした感じが出ています。なかなかねこれ練習で編んだんですが、模様をきれいに整えるのがまだまだ修行がいりますね。これだけ目が詰まっているので、7号針で編むとねかなりしっかりします。はい、これから夏なのでまた違うね
模様のバッグが編めたらいいなと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。